近い未来、レーザー技術やパルス技術の飛躍的な進歩により、外部から脳へのコントロールを可能にする技術が確立される見通しです。この技術は、医療、教育、リハビリテーション、エンターテインメント、そして人間のパフォーマンス向上など、多岐にわたる分野での応用が期待され、私たちの生活に革命的な変化をもたらします。一方で、この技術の導入には、新たな倫理的課題や安全性の問題も浮上することになります。技術の原理。レーザー技術やパルス技術を用いた脳コントロールは、特定の波長や周波数の光や電磁パルスを脳に照射することで、脳内の神経活動を精密に制御することを目指します。この技術により、神経細胞の発火を調整し、特定の脳機能を活性化、または抑制することが可能となります。具体的には、以下のような原理に基づいています。1、光遺伝学オプトジェネティクス。光感受性タンパク質を神経細胞に導入し、特定の波長の光を当てることで、その神経細胞の活動を制御します。この技術は、神経回路の研究や神経疾患の治療において非常に有望です。2、経頭蓋磁気刺激、TMS。短い磁気パルスを脳に照射することで、神経細胞を一時的に活性化、または抑制する技術です。これにより、脳の特定部位の機能を調査したり、治療効果を引き出したりすることが可能です。3、経頭蓋直流電気刺激 TDCS。微弱な電流を用いて、脳の特定部位を刺激し、その機能を調整する技術です。この技術は、うつ病や認知機能の改善に効果があるとされています。期待されるメリット。1、医療の革新。精神疾患や神経障害の治療、うつ病や不安障害、統合失調症などの精神疾患に対して、非侵襲的な方法で症状を緩和することができます。特定の脳部位をターゲットにした精密な刺激により、薬物治療の副作用を回避し、効果的な治療を提供することが可能です。慢性疼痛の管理。慢性疼痛に苦しむ患者に対し、脳内の痛みの信号を制御することで、薬物に頼らない痛みの管理が可能になります。これにより、鎮痛剤の過剰使用による依存症や副作用のリスクを軽減できます。パーキンソン病や転換の治療、脳深部刺激法 DBS と組み合わせることで、パーキンソン病や転換の発作を抑制する新しい治療法が開発されます。2、認知機能の向上。記憶力の強化。特定の記憶を強化するために脳のシナプスを刺激することで学習能力や記憶力を向上させることができます。これにより学生や研究者が情報をより効果的に学習保持できるようになります。集中力と注意力の向上。脳の特定の領域を調整することで集中力や注意力を高めることができ、仕事や学習の効率が向上します。これにより生産性の向上や学習成果の向上が期待されます。3、リハビリテーションの進化。神経再生と機能回復。脳卒中や外傷性脳損傷からの回復を助けるために、損傷した神経回路の再生を促進することが可能です。これにより、運動機能や言語機能の回復が迅速化されます。
義手やロボットアシストの制御。義手やロボットアシストをより直感的に操作するためのインターフェースとして脳からの信号を直接利用することができます。これにより、障害者の生活の質が大幅に向上します。4. 個別化医療の実現。個々の脳の特性に応じた治療。各個人の脳の状態や活動パターンを精密に解析し、最適な治療法を提供することが可能になります。これにより、従来の一律的な治療法では難しかった個別化医療が実現します。5. 新たなコミュニケーション手段。意識の直接的な共有。脳波や神経信号を通じて意識や考えを直接共有する新しいコミュニケーション手段が開発されます。これにより言語や文化の壁を越えたコミュニケーションが可能になります。脳コンピュータインターフェース BCAI。脳から直接コンピュータを制御する技術が進化し、障害者のコミュニケーションや操作支援に大きな革新をもたらします。6. スポーツやパフォーマンスの向上。アスリートの能力向上。脳の反応速度や判断力を高めることで、アスリートのパフォーマンスを向上させることができます。また、怪我からの回復を促進することで、選手寿命を伸ばすことも期待されます。芸術的パフォーマンスの向上。音楽や演劇などの芸術分野において、創造性や集中力を高めることで、より高いレベルのパフォーマンスを実現することができます。デメリットとリスク。しかし、この技術にはいくつかのデメリットやリスクも存在します。以下に主なものを挙げます。プライバシーとセキュリティの懸念。個人のプライバシー侵害。脳波や神経信号を外部から読み取ったり、操作したりする技術が悪用されると、個人の考えや感情が無断で収集される可能性があります。これにより、プライバシーの深刻な侵害が発生します。サイバー攻撃のリスク。脳コントロール技術がハッキングされると、悪意のある第三者が脳を不正に操作するリスクがあります。これにより、個人の行動や意識が意図せずに制御される可能性があります。2. 健康への影響。長期的な安全性の不確かさ。レーザーやパルス技術が脳に与える長期的な影響については、まだ十分に解明されていません。これにより、未知の副作用や健康リスクが後から判明する可能性があります。過度な依存。この技術に依存しすぎると、脳の自然な能力が低下するリスクがあります。例えば、記憶力や集中力の低下、自然治癒力の減少などが考えられます。3. 倫理的問題。人格と自由意志の侵害。外部から脳をコントロールすることは、個人の人格や自由意志を侵害する行為とみなされる可能性があります。これにより、人間の基本的な権利や尊厳が損なわれるリスクがあります。倫理的なジレンマ。この技術をどのように使用すべきか、誰がアクセスするべきか、どのような制限を設けるべきかについての倫理的な議論が必要となります。これらの問題に対する明確な合意が得られない場合、社会的な混乱が生じる可能性があります。4. 社会的な影響。
格差の拡大。この技術が高価である場合、富裕層のみが利用可能となり、貧困層との間で健康や能力の格差がさらに広がるリスクがあります。これにより、社会的不平等が増大する可能性があります。心理的な影響。自分の脳が外部から操作されるという認識は、心理的なストレスや不安を引き起こす可能性があります。また、技術に対する過度な依存が精神的な健康に悪影響を与えるリスクもあります。5、技術的な課題。誤作動のリスク。高度な技術であるため、誤作動や予期しない結果が発生するリスクがあります。これにより、脳や体に深刻なダメージを与える可能性があります。適用範囲の限界。現在の技術の進展速度を考慮すると、すべての脳疾患や障害に対して効果的に応用できるわけではありません。また、個人差が大きいため、すべての人に同じ効果が得られるとは限りません。まとめ。レーザー技術やパルス技術を用いた脳コントロール技術は多くの可能性と利点を提供します。医療や教育、リハビリテーション、エンターテインメント、スポーツなどの分野で革命的な変化をもたらし、人間の生活の質を大幅に向上させる可能性があります。しかしながら、この技術の導入にあたっては、プライバシーや安全性、倫理的な課題を慎重に検討し、適切なガイドラインや規制を設けることが不可欠です。これにより、技術の利点を最大限に活かしつつ、リスクを最小限に抑えることが求められます。今後の研究と社会的議論を通じて、この技術が安全かつ効果的に社会に導入されることを期待します。